皆さんこんにちは。ヨガインストラクターの宮城ゆかです。前回の動画アームバランスのための体幹作りはやっていただけましたでしょうか。で、前回はトレーニングということで、前鋸筋肩甲骨を開くとか自分のことを持ち上げる力をつけたりとか、体を回旋する力をつけていきました。で、今回は背骨に向かってアプローチをしていきます。で、全身を動かしてフルクラスになりますので、頭から最後までぜひ通して練習をしてみてください。それでは一緒に始めていきましょう。それでは今日は四つん這いからスタートしていきましょう。では四つん這い、肩の下に手、足の付け根の下に膝を置いて、まずは脊柱を動かしていきます。お尻を後ろに引いて頭を遠く前に押し出します。自分に乗っからずに自分のことを押し上げて、まずは四つん這いをしっかりと作っていきます。で、そこからゆっくりとみぞおちを背中の方に押して、お腹を引き上げます。恥骨をみぞおちの方まで引き上げて、背中全体を丸めます。キャットポーズです。お尻の力でギュッとやらないように、お腹の力で腰を丸めてください。で、体をちょっと後ろに押すときは手を斜め前に押すような感じです。前に行ったり後ろに行ったり引いたりして、少し背中の広がり伸びを感じてみてください。じゃあ真ん中で止まったら吸う息は座骨を後ろ、頭頂遠くで一回四つん這いをしっかり通ります。そこから足の付け根を引き込んで恥骨が上で、前に引き出しながら胸を開いていきます。肘をこうやって張らないように軽く緩めて、真下にちゃんと押すようにイメージをします。じゃあこれを繰り返しましょう。ゆっくりと背中側、体の後ろが広がるようにしてキャットポーズ。吸う息で背骨を伸ばしながら胸を開く。反るではなくて開く。前が広がる意識をしてください。もう一回。キャットポーズで背面の広がりを感じます。ゆっくり引き出しながら胸を遠く開く。じゃあ四つん這いになりましょう。今度は右の肩と右の骨盤を近づけて側屈を入れていきます。背骨が右に側屈をしていきます。戻して今度は反対、左の肩と左の骨盤を近づけるように。で、肩だけ引くとお尻が右側に行っちゃうので、お尻もしっかりと肋骨の方に近づける意識をしてください。脊柱を側屈。もう一回戻す。反対、右側に右の肩と右の骨盤を集める。戻って左の肩と左の骨盤を集めます。じゃあゆっくりと戻ったら一度お尻を後ろに引きましょう。かかとの上で、手を遠くへ伸ばしてチャイルドポーズです。この手を伸ばす、上に上げてますね。頭の向こうに上げてる感覚を少し見てください。じゃあここから背中をほぐします。顔を上げてちょっと体を前で、左の手のひらを天井の方に向けます。マットの端じゃなくてマットの真ん中の方です。で、ゆっくりと二の腕外側を床の方に下ろして、頭が腕の内側じゃなくて腕の外側に落ちるようにイメージをします。で、右手で左の手を自分の力でちょっと押してあげてください。で、お尻を後ろに引きながら右手で左腕を遠く。背面ですね。背中側が伸びるのを感じてみてください。ゆっくり戻したら反対。右手の手のひらが天井方向。左手で右手を押します。で、自分の頭を腕よりも向こう側に下ろす。お尻を後ろに軽く引いてあげると、より伸びを感じやすくなります。もう一度反対いきましょう。左手の手のひらの上に右手を重ねて、右手を押しながら、右手で左手を押しながら、頭を腕の向こう側で、お尻を後ろに引きます。反対いきます。ラスト。右手が天井、左手で右手を押しながら、頭が腕の向こう側、お尻を少し後ろに引いて伸びを深めていきましょう。ではゆっくりと戻っていきます。そしたら手をもう一度軽く後ろへ下げて、
チャイルドポーズとってみましょう。背面の伸びを感じます。背面の伸びを感じたら、ゆっくりその場で正座の状態起き上がっていきましょう。手を前から上げて吸いながら胸が持ち上がるように、で腕が自然とスーッと伸びる感じ。頑張るとこう肩が上がるので、頑張らずに顔よりも前にあって胸が上がる。で正座が痛い方はあぐらをしてください。骨盤が立ちやすくなるので、座骨でかかとを押すようなイメージで、もう一回吐いて手を下げます。もう一度手を前からいきますね。吸いながら手を前から上げて、骨盤、立てた骨盤から胸が引き上がります。じゃあそのまま手を組んで、今度は後頭部に手を引っ掛けましょう。で肘を少し前です。肘を開いちゃうと肩肩甲骨が後ろに寄るので、肘を前で背筋を伸ばします。少しすねで床を押してお尻を持ち上げたら、お尻を右側に軽く落としてみてください。ちょっとお姉さん座りみたいな感じ。きつい方はあぐらのままです。左の腰が少し上がってる状態になります。吸う息で背筋、頭を自分で持ち上げるように。で吐きながら左側に側屈、体を少し左に倒します。で右の肘が遠くに押し出されるようにすると、右の骨盤から右の肋骨が離れて体側の伸びが深まります。でそこから今度左の肘を前に押していってください。そうすると体にツイスト、回旋が起こります。肩がこうすくんでいかないように、肩甲骨から押し出すような感じ。ゆっくりと体を正面で上に伸びるように元の位置に戻りましょう。一回手を下げます。手を前から上げて胸が上がる。吐きながら手を組んで後頭部に引っ掛ける。で肘開かずに少し前、すねでマットを押してお尻持ち上げたら、今度はお尻を左側にわざと下ろします。ゆっくりと自分の手で頭を引き抜くようにして、反対側へ右側に側屈していきます。今度は左の骨盤から左の肋骨が離れるので、左の肘を天井斜め上に向かってぐーっと押していきます。開くんじゃなくて斜め上、顔よりも二の腕が前にあって斜め上、天井方向で骨盤と肋骨の距離が取れたら右肘です。下にある方の肘を今度前に押して胸を開きます。側屈を入れながらの回旋動作になります。肘を押し出すことで背中が広がります。引かないように肩を上げるんじゃなくて、背中から肘を押す。ゆっくりと正面に戻ったら上に引き上げましょう。で吐いて手を下げます。じゃあもう一回両手前に上げましょう。吸って胸が上がる。吐きながら手を遠く、股関節足の付け根から体を折っていくようにして前屈していきましょう。手でマットを押しながら顔を上げます。首をニョキッと伸ばして上体を前。今度は骨盤の位置をこうやってずらさないようにしましょう。右手をそのまま、左手手のひらを天井方向に向けたら、肩がマットの中心に落ちるように。で胸を下じゃなくて、手をできるだけ床につかないで右肘曲げながら差し込んでいきます。すぐ床ついちゃうとこうやって肩を引いちゃうので、押してください。押して肩甲骨を開いて、ゆっくりと右肘を曲げていって、その時に左手をずーっと押し続ける。押し続けて肩がマットの中心についたら、首を1回伸ばします。伸ばしてからこめかみをマット。右手置きやすいところに置いてください。でお尻が右に移動しやすいので、お尻を後ろに引いておきます。左手はずーっと押し出し続けながら、右手で少し床を押して胸を開いていきましょう。そこから右手を遠くへ伸ばせる方、頭の向こう側カップハンズです。指で少し床を押して胸を開き続けてください。ゆっくりと右の腰を後ろに引く。右手を遠く。そこから手を天井の方に伸ばせたら胸を開くイメージで。手だけ上げると肩上がるので、脇を締めて肩下げながらツイストを入れていきましょ
ゆっくりと戻ります。右手を顔の前。手でマットを押しながら上体引き抜いて、一つ息を吐きます。一度チャイルドポーズ入ってみましょう。腰から腕を遠くへ伸ばして肩の力を一つ抜く。じゃあこのチャイルドポーズの距離でもう一度顔を上げます。で、ゆっくり上体を前。今度は左手をそのまま残して右手です。すぐに床に落とさずに左肘を曲げながら右手を横に向かってずーっと差し出します。手を引くんじゃなくて押す力でツイストを入れていきます。おへそをなるべく床の方に向けたまま肩がマットの中心に落ちるように。で、手が置いたら首を伸ばして頭を床。で、顔の前に手をつきます。右手は向こうに押し続けます。で、左手はマットを押しながら胸を開いていく。で、骨盤がこう移動しないように。骨盤の位置はできるだけ固定したままです。で、ゆっくりとツイストを深めます。左のお腹を床の方に向けておくイメージです。じゃあそこから左手カップハンズで遠く。指先で床を下に軽く押しながら、左のお尻を軽く引いておいてください。ではそこから右手は遠くのイメージ。左の肩がこう前に入らないように。左の脇の下を締めながら、左の胸をちょっと開いていきましょう。ツイストです。首肩緊張しすぎると、下の首ですね。痛くなっちゃうので、緊張しすぎないようにしましょう。ゆっくり手を顔の前。手でマットを押しながら、右腕を抜いて、四つん這い。お尻をかかとの方へ引いて、チャイルドポーズ入りましょう。肩の力一回抜きたいので、肘を緩めます。で、骨盤から脊柱までの動きを意識しながら今日は動いていきましょう。じゃあ顔を上げます。手と手の間見たら手を肩幅よりちょい広いか肩幅、人差し指が前です。手でマットを押して頭を持ち上げると脇が締まっていきます。肩が上がらないようにここがキュッと締まる感覚を見つけてください。で、ゆっくりと上体を前に持っていきます。肩が手よりも向こう側で首を伸ばします。ここから肘をゆっくり曲げてうつ伏せに入ります。うつ伏せに入ったら手のひらでマットを後ろに引いて自分の体が前に飛び出ながらゆっくり胸を開いてブジャンガーサナ。手は前に押そうとすると肩がこうすくむので手をちょっと後ろに引いて下に押してください。もう一回頭遠く。もう一度手のひらを後ろに引きながら胸を開いてブジャンガで肩が上がらないようにゆっくりとお腹伸ばしてアップドッグウルドゥバムカシバナーサナです。膝ついて四つん這いに戻って吐きながら今使った背面を広げるようにしてチャイルドポーズになりましょう。これをもう一回練習します。手をマット床を押しながら首を伸ばす。頭上げます。ゆっくり吸いながら上体を前、吐きながら肘を曲げてうつ伏せになりましょう。手のひらマットを後ろに引きながらブジャンガ。そのまま真下に押してアップドッグ。膝をついて四つん這い。チャイルドポーズになります。吐いて腰背中の広がりを感じます。さあこれを今度ダウンドッグからいきましょう。手でマットを押しながら頭を持ち上げる。ゆっくりと上体を前。今度はつま先を立てます。つま先立てたら足の指ちょっとじゃなくて指の付け根がしっかりつくようにしましょう。で、小指側じゃなくて親指の付け根。で、わざとお尻を下に向けてみます。腰が丸まっちゃうと思うので、こうならないように左右の座骨を後ろ、座骨から頭頂遠くを意識してください。で、膝を持ち上げましょう。そしたら座骨が今度は天井の方に登って、手はマットを斜め前ですね、前方に向かって押していきます。胸がこう落ちやすいので、少しみぞおちをしまいながら遠くへ押し上げていきます。膝を伸ばせる方伸ばして、かかとを下ろせる方は下ろしましょう。ダウンドッグポーズです。胸がベローンと落ちないように、手のひらで少しマットを下に押して、
みぞおちをちょっとだけ背中の方へ戻す。みぞおちを戻すときに腰を丸めないで、座骨は遠くです。一回つま先立ちになって指の付け根をマットの方へ押す。で、足の指でマットを蹴って、そこからかかとを遠くに下ろしていきましょう。では手と手の間を見ます。頭を持ち上げると肩が広がります。ゆっくりと上体を前、膝をついていいので、肘を後ろでうつ伏せ。手でマットを後ろに引きながらブダンが、アップドッグいける方はアップドッグまで入って直接いける方はダウンドッグいきましょう。四つん這いを経由してもいいので自分の体に合わせて強さを決めていきます。では手と手の間を見たら両膝を曲げて手の方に歩いていきましょう。で、足をできれば閉じていきます。前屈で膝が思いっきり開いちゃう方は足を骨盤幅ぐらいにしてください。ではここから手をすねの上、すねを手で軽く後ろに引きながら自分の体が前に出るようにします。この時に腰が丸まっている方は膝曲げたり手の位置を上げて腰がちゃんと伸びるところでアルダウッターナーサナ、半分の前屈をしてください。余裕がある方は手をもうちょっと下、膝伸ばしたり指先はマット。自分のポジションを見つけてください。どこでも大丈夫です。股関節から胸が引き出されて腰がちゃんと伸びるところを探す。そこからゆっくりお腹をももの方へ近づけます。お腹が近づいてから胸を下ろして頭を下ろしてウッターナーサナ前屈。膝曲げてた方はこのまま前屈でも膝を曲げておいてください。もう一回アルダウッターナーサナ。吸う息で背骨の中に呼吸を通して胸を引き出します。吐きながらウッターナーサナは足が床を踏むのでその力を股関節に入れて、で股関節から背骨を伸ばすようにして前屈。もう一回アルダウッターナーサナ吸って、お尻は後ろ、胸は前。自分の中で調和が取れる場所を探して伸びていきます。軽く膝を曲げます。足は下に踏むようなイメージで手を前から上げてウルドゥワハスターサナ。ゆっくりと胸を上です。吐いて両手を体側。まっすぐ立ちましょう。サマスティティヒです。じゃあ手を前から上げます。吸いながら足の力は床を踏む。で、胸が上がっていって指先は遠くに押し出される。で、吐く息で足の付け根、股関節から前屈です。腰が丸まりそうだなって思うところからゆっくり丸めていってください。最初から丸めずに股関節を動かしていきます。吸う息はアルダウッターナーサナ。胸を引き出して頭を遠く。もう一回前屈しましょう。足の指でマットをちゃんと押します。親指の付近で押してください。上がるときは膝をバーンと後ろに押しやすいので、ちょっとだけ膝を軽く曲げて、下に踏みながら吸う息で起き上がりましょう。で、胸を遠く吐いて、まっすぐ立つ。サマスティティヒに戻ります。では、太陽礼拝をやりましょう。吸う息で手を前から上げて、お腹が伸びる。手を上げたいんじゃなくて、胸が上がるようにイメージをしてください。吐く息で足の付け根から前屈をします。最終的には背中腰丸まっていいので背面の伸びを感じます。アルダウッターナーサナで吸う息で足の力を股関節から伸びる。吐いて両手マット、右足から下がりましょう。で、きつい方はここで膝ついてください。大丈夫な方は膝を伸ばしたまま体を前に押し出して肘を90度、チャトランガランダーサナでうつ伏せになります。丁寧にいきたいので手のひらでマットを後ろに引いて、まず胸の骨を動かす。そこから腕を伸ばしてアップドッグ、ウルドゥワムカシバナーサナ。四つん這いになるかそのままダウンドッグポーズいきましょう。アドムカシバナーサナです。今チャトランガダンダーサナをやったんですが、きつい方は膝をついて肘を後ろに引くうつ伏せに入ってください。では手と手の間を見ます。ちょこちょこ歩いてもいいし、ちょっと体幹を強くしたい方は右膝を胸の方に寄せて後ろの足でマットをしっかり蹴ります。で、ゆっくり上体を前で右足を手と手の間。
これ何歩か歩いても大丈夫です。で、左足も寄せたら、今お腹縮めてたので、縮めてたお腹を伸ばすようにして、アルダウッターナーサナ。で、吐いて前屈をします。下に踏んだ力をちゃんと足の付け根に入れてみてください。軽く膝を曲げて、床をしっかり蹴りながら、ウルドゥワハスターサナ。お腹が伸びて胸が広がる。で、吐いてサマースティティ。まっすぐ立ちます。もう一回いきましょう。吸う息で足の力を下腹部で引き上げる。で、胸に通して指先が遠く。吐く息は股関節から丁寧に前屈をしていきます。ももの裏の伸びを感じましょう。小指側に体重乗りやすい方は親指側も踏む。吸う息は足の力を股関節から今度胸、背骨を通って胸を遠く。吐いて両手マット。今度反対の足から下がりましょう。きつい方は膝を落としていいです。体を前に押し出しながら肘曲げて、チャトランガダンダーサナ。で、うつ伏せ。手のひらでマットを後ろに引きます。胸の骨、脊柱の上の方をちゃんと動かしてブジャンガ。そこからアップドッグです。胸を開く。吐いて、アドムカシバナーサナ。ラウンドッグポーズになりましょう。自分の体を感じて胸が落ちてるなと思ったら少し背中の上の方を広げるように、腰が丸まってるなと思ったらかかと持ち上げて膝曲げてお尻をプリッと天井の方に突き出すような感じで、腰を変えずに膝が伸ばせるところまでいきましょう。で、背骨が体の後ろ側にあるので、その背骨に向かって呼吸を通して背中、体の後ろ側の伸びを感じます。じゃあ手と手の間を見ます。軽く膝を曲げる。で、歩くか、左足を胸の方、右足でマットを蹴って体を前。で、丁寧に勢いを使わずに左足を手と手の間。右足も寄せたら縮まったお腹を一回伸ばします。胸をぐーっと引き出して首も長く。吐きましょう。丁寧に前屈をしていきます。ちょっとだけ膝曲げて足を床にちゃんと踏む。で、胸を引き上げていきましょう。手は前から上げて自分の肩甲骨で胸を引き上げるように吐いてまっすぐ立つサマースティティヒになります。では手をもう一回前から吸う息で胸が動くようにお腹は伸びる。吐きながら股関節から前屈しましょう。ウッターナーサナ前屈。アルダウッターナーサナで骨盤から背骨一骨ずつ引き出します。胸を高く。両膝を曲げたら左足だけ下げましょう。大きく一歩後ろです。後ろの膝を一度下ろします。で、左足をちょっと外に出します。で、右足をちょっと外に出してつま先を外側に軽く向けます。で、ゆっくりと上体を前、左足の付け根を軽くマットの方へ落としていくような感じ。で、右手も足の内側に下ろせたら内側に下ろしましょう。手でマットを押しながら自分を引き出します。右のももの骨、見えないかな。右のももの骨はちょっと外に回しているような感じになります。外旋っていう動作が入ります。胸を引き出しながら右足のつま先の方に向かって膝を倒してゆっくりと股関節を開きます。余裕がある方は右手でももの内側を触って少し外に押しながらツイストしていきましょう。体を少しだけひねる。で、ひねるとき腰丸めないで骨盤から胸を引き出して脊柱をひねっていきます。じゃあ右手を前へ伸ばしてゆっくり手を天井方向。左手に乗らないで左手で床を押しながら右手を後ろ。手だけいかないように肩を下げながら脇を締めて胸を開きます。ゆっくりと手を前から下ろしましょう。吐いて今度はお尻を後ろに引いていきましょう。つま先は天井の方に上げていきます。で、右のももの裏を軽く伸ばしてます。で、胸を前、お尻を後ろです。こう腰や背中が丸まっていくと思うので、イメージは座骨を後ろにプリーッと出していって胸を前に引いて
右のももの裏をしっかり伸ばしてみてください。では上体を前に持っていきます。足の位置を直しましょう。右足つま先開いてたのでつま先を正面に向けます。後ろの膝を持ち上げてローランドから左のかかとを内側に下ろします。後ろ足を一回確認して土踏まずを引き上げてください。で、両足でマットを前後に押しながら体を起こします。今マット斜めに引いてるのでちょっと斜めに映ると思うんですけど、股関節、足の付け根の高さを揃えます。多分左のお尻が上がりやすいので、ここね、足の付け根をしっかり差し込んでいって骨盤が床に対して平行で、背筋を伸ばす。恥骨とみぞおちを少し引き出してください。で、ゆっくりと左のお尻が上がっていかないように右膝を曲げます。外に回しながら曲げていってください。で、足の付け根から両方の体側が長く伸びて胸を遠く。胸の高さで手を伸ばします。で、首伸ばしてから右手の指先を見ましょう。ビラバドラーサナビーです。背筋を伸ばします。で、体が前に行きやすい方は前の足でちゃんとマットを押し返して上に伸びてみてください。で、ゆっくり呼吸。膝が中に入っていかないように右のももの骨外回し。でも左の骨盤がこう前に押し出されないように骨盤の中でももの骨を外に回していく意識はします。じゃあゆっくりと右足を伸ばします。で、ブロックある方はブロック使ってもいいのでブロックちょっと用意しておいてください。じゃあ背筋伸ばしてこうやらないでね、後ろの足をちゃんと蹴ります。蹴って両足でマットを押す力をお腹で引き上げながら右のももの骨を外に回しながら入ります。スライドさせてから入るんじゃなくて、ももの骨外に回しながら後ろの足で蹴った力で体を前に伸ばしていきます。で、右手を足首の上かブロックの上に置きましょう。で、左の胸を開きます。骨盤と胸を開きながら右のももの骨外回しです。で、胸開いた先に左手を伸ばして首を長くする。伸ばした首をゆっくりと回転させて上の手を見ていけるようにゆっくり呼吸しましょう。骨盤から背骨を伸ばす。腕は胸の中心から両手とも押し出していきます。左の骨盤を開く意識の中で右のももの骨をしっかり外に回してももの裏、内側ですね。ももの裏なんだけど内側の方が伸びていくイメージをしましょう。もう一呼吸します。ではゆっくりと床の方を見て右膝を少し曲げます。左手に引っ張られるように起き上がりましょう。で、一つ手を下げる。そしたら今度は体を正面に向けたいんですけど、足のスタンスが広すぎるので足のスタンスを少し狭くして体を正面で、後ろのつま先、かかとを今度は落としておくので真横じゃなくて割とつま先を正面向きにしてください。で、骨盤を前に向けていきます。で、後ろの足ばっか押してると前に行くし、前の足押せないと体が上がらないので両足でマットを押して背筋を伸ばします。足の力をお腹で引き上げて前習いの状態。じゃあそこから一回上、骨盤から背筋伸ばします。で、左手で右の脇の下を触ってみてください。で、ゆっくりと右手を天井方向。足の力を上に引き上げて、自分の今左手で触ってる右の脇の下を締めるようにしながら、ゆっくりとツイスト。体を右にひねっていきます。で、その時に右の足の力がないとこうやって骨盤が右を向こうとするので、右の足でマットをちゃんと押してお腹を正面のイメージ。今触ってる自分の右の脇の下をギュッと締めていくイメージで右に胸を開いていきましょう。足の力を使って骨盤は正面で、そこから左手を前に押し出します。手を出すだけじゃなくて背中から前に押す力を感じる。右足でマットを前に押す。上に伸びる。で、右の脇を締めて右手を遠く。左手は前に押してます。
でゆっくりと体を戻しましょう。で吐きます。でこれを使いますね。両足でマットを押して骨盤を正面。じゃあ今度は股関節からパールシュボタナーサナです。前屈します。でお尻を引くんじゃなくて股関節から前に倒れていきます。今度は左手の下にブロックを置きます。ブロックの高さ3段階あるので、高い位置でももう一段低くても大丈夫。で自分の腰を触ってみて、腰が丸まったり骨盤開いたりしないで、腰が床と平行になるイメージで入っていきますね。ちょっと難しくなります。膝を後ろに押さないように気をつけましょう。で右手を前に伸ばします。お尻から頭頂、右手までをぐーっと長く伸ばします。で左手でマットを押しながら、右足はしっかり床を踏んで、押す力で体をひねっていきます。で右の脇の下、さっき練習した右の脇の下をキュッと締めて、パリブリッタツイストをしていきましょう。座骨から頭頂遠くで、左手で床を押しながら、ブロックをしながらツイストです。骨盤が横を向かないようにおへそが下。では右手を床の方へ、右膝曲げます。両手で前の足を挟みましょう。後ろの足を下げてランチ、右足を引きます。ダウンドッグポーズ取りましょう。一度吐いてダウンドッグ。膝を一回マットについて、四つん這いからつま先伸ばしてチャイルドポーズ入りましょう。パリブリッタトリコナーサナまで行きました。ひねるポーズちょっと難しいので、骨盤を安定させてひねるイメージをしてみてください。ではもう一度顔を上げて、手でマットを床の方に押す。背筋伸ばします。ゆっくり上体を前、つま先立てたらもう一回ダウンドッグポーズ。股関節が入る。でももの裏側は右足をさっきは伸ばしてたので、右の方がダウンドッグしやすいかと思います。体の変化を感じながら反対側も行きましょう。前に歩いて戻っていきます。でアルダウッターナーサナ、骨盤から背骨1骨ずつ伸ばす。親指側踏んでいきましょう。下に押す力でお尻をこう引かないように、お尻が上に登っていくイメージをして、ウッターナーサナ前屈。もう一回アルダウッターナーサナ。軽く膝曲げたら手を前から上げてウルドゥガハスタ。下に踏んで胸、お腹が伸びる。吐いてまっすぐ立つ。サマスティティヒです。反対側にも行きましょう。吸いながら、まずは自分の体が上っていくイメージをします。吐く息で股関節から前屈して、ももの裏側を丁寧に伸ばします。ウッターナーサナ前屈、アルダウッターナーサナ。吸いながら腰伸ばして胸を遠く。両膝曲げたら右足だけ今度は下げていきましょう。大きく一歩後ろで、後ろの膝を落としたら今度は左足を外で、つま先をちょっと外、ももの骨を外に回します。で右の股関節を少しマット、骨盤をマットです。両手を内側について、足の内側について手でマットを押しながら胸を引き出します。左の足が閉じようとしてくるので、ももの骨外に回す。股関節の外旋を意識してみてください。手でマットを押しながら胸を上。ではここから左手で足の内側触れる方は触って、少し外に回すイメージをしながら、脊柱、背骨を少し回旋、左にツイストしていきます。体をちょっとねじる力を使いながら股関節を開いていきます。で下の手にこうやって寄りかからないで、右手で床を押して体を持ち上げてツイスト。では左手を前に伸ばして、そこからゆっくりと左の脇の下を締める。手だけいくと肩が上がるので、肩を下げて脇を締めながら手を後ろに伸ばしてください。ゆっくりと手を前です。で吐きましょう。今度はお尻を後ろに引きます。少し膝持ち上げて、膝じゃないですね、つま先を持ち上げながらでいいので、
お尻を後ろに引きます。ももの裏を伸ばします。膝曲がったままでもいいです。自分の伸ばせるところまで。手でマットを手前に引きながら胸を前。できるだけ腰を丸めずに左右の座骨を後ろに引いて、ハムストリング、ももの裏を伸ばしましょう。ゆっくり呼吸です。その場にとどまるんじゃなくて、ずっと体の中を押し出し合ったり引っ張り合ったりしてます。じゃあ上体前に持っていきましょう。そーっと前に持ってきて、一つ息を吐いたら足の位置を直します。左足をマットの中心の方に寄せていきます。右膝を伸ばしてローランジから右のかかとを内側に下ろす。で、親指側じゃなくて小指側に体重を乗せてから親指を踏んで土踏まず上げてください。で、両足でマットを前後に押しながら体を右の壁の方に開きます。ここで今度は右のお尻が上がりやすいので、左右の股関節を触って座骨の高さ、左右の股関節の高さを合わせます。で、上に伸びましょう。上に伸びる意識をしたまま左足のももの骨外回しゆっくりと踏み込んでいきます。くるぶしの上に膝があればいいので、厳しい方は足のスタンス狭くして軽くにしてください。強くやりたい方はしっかり踏み込んでいきます。尾骨じゃなくて座骨が床、胸を遠く、胸の高さで手を伸ばして首伸ばしたら左手の指先を見ていきましょう。ビラバドラーサナリです。首はいつでもなる。ここも手で押さえるっていうよりも肩甲骨をこう下に下げて脇を締めて首筋を長くしてください。で、大きく息を吸います。両足でマットを押し続けてます。どっちかに行かないように真ん中に自分を捉えて上に伸び続けながらアーサナを取りましょう。では一度膝を伸ばします。で、後ろの足の力使わないとこう入っちゃうので、後ろの足でマットをしっかり蹴ります。前の足も蹴ります。お腹を引き出したら後ろの足から左手を遠くで、その時に左のももの骨をゆっくりとちゃんと回す。足でマットを蹴らないと股関節に乗っていっちゃうので、足でマットを蹴って自分の体を引き上げながらトリコナーサナに入ります。左手で乗らないように、左手は足首かブロックをしていいです。右の胸をしっかり開いて腕を遠くで、首伸ばしてから上の手を見ていきましょう。ポーズに入ってからも足を押す力をやめちゃうとこうやって抜けていっちゃうので、両足でマットをしっかり蹴ってそれをお腹で引き上げていきましょう。で、骨盤開くイメージはとってていいんですが、右の骨盤、上の骨盤を開いていくときに左足の付け根を外回しするのを忘れないようにしていきます。もう一呼吸。足の力がお腹で引き上がって、そこから体が伸びる意識です。では目線を一回下に下げて左膝を軽く曲げましょう。で、右腕に引っ張られるように足の力で起き上がります。で、一つ息を吐く。じゃあスタンスを少し狭くしましょう。右足のつま先を割と正面向きで、体を前習いの状態ですね。前の足を押してあげないと骨盤が開いていっちゃうので、前の足を押す、右の骨盤を正面です。で、今度は右手で左の脇の下を触ってみてください。何もしないとこうふわふわしてるので、左の肩甲骨をぎゅっと下に下げようとするとここが引き締まります。で、手を後ろに持っていこうとするともっと引き締まるので、ここを触ったままいきましょう。足の力は前後に押して、それをお腹で引き上げて左の脇の下を締めます。天井方向に1回伸びる。両足で床を押しながら指先まで遠くで、左に向きながら左の脇の下を締めて胸が開いていくのを感じます。この時に脇が締まらないとこうね、肩が上がっていきます。締める。で、ゆっくりと体のツイスト。左足がマットを押さないとこうやって骨盤ごとひねっちゃうので、左足がちゃんと抵抗をしてください。で、おへそが正面。
で、右手を前。右手は肩甲骨から手を前に出して、左の脇の下を締めながらツイストを入れます。で、足は頑張って両足均等に押して、お腹引き上げておへそ正面のまま残してみてください。ではゆっくりと戻ります。はい。で、じゃあ今度はブロック使っていいので、骨盤正面から股関節から前屈をしていきます。1回練習しましょう。これがすぐに腰が丸まっていかないように、股関節から左右の座骨が後ろに伸びて頭が遠くです。で、骨盤が平らになるイメージですね。膝柔らかい方は過伸点にならないように気をつけます。で、右手の下にブロック乗らないで押します。高さは自分の高さに合わせてください。ではここで座骨から頭頂遠く、左手を前に伸ばして左のお尻を引きましょう。ではそこからさっき練習したやつです。右手は床、ブロックを押しながら左の胸を開いていきます。で、脇を締める。手が上がるんじゃなくて脇を締めてツイストです。で、頭を遠くへ持っていって、パリブリッタのトリコナーサナ。ちょっと難しいですよね。座骨から首を伸ばす。で、骨盤が傾かないように意識をしながらゆっくりとツイストをしていきましょう。脇の下を締めることでツイストが深まります。じゃあゆっくりと左手を前から下ろして左膝曲げましょう。両手で前の足を挟みます。後ろ足を直したら左足を引きます。ダウンドッグポーズに入りましょう。両方の座骨が遠くで、座骨股関節から手首をつなぎます。じゃあ膝を下ろしましょう。四つん這い、つま先伸ばして一回チャイルドポーズ。おでこをマット、肩の力を抜きましょう。で、呼吸を入れましょう。腰背中に呼吸。で、自分の背骨、骨盤が安定していて背骨がひねることができたかどうか感じてみてください。では手と手の間を置きます。顔を上げてゆっくりと上体を前で、肘を後ろに引きながらうつ伏せになりましょう。うつ伏せになったら今度は手を前です。手を前に落として頭が下で、腕で床を下に押してちょっと顔を上げましょう。こうしたらここで肩すくめないで肩を下げて首を長くです。で、肘から下の前腕でマット、床を手前に引きます。そうすると胸が上がっていきます。頭だけ後ろに持っていかないように。で、余裕がある方はもうちょっと肋骨がマットについたまま肘で床を押して首を伸ばす。で、脇を締めて胸が前で、お尻の力は抜いてください。お尻力入りやすい方は足をしっかり閉じておいてくださいね。もうちょっと余裕があればもう一つ、肋骨ついて腰を反るんじゃなくて肋骨ついたまま胸を開いていきます。で、ゆっくりと鎖骨の方にまで呼吸を入れましょう。大きく息を吸ってで、吐きます。吐くときにだらーんとしないように。そうしたら右手が床に置きます。ちょっと見やすいので左足からやりますね。右手を床、左の膝を曲げます。右手がね、ちょっと体の前に来る感じで、左手を後ろ、手と足つなげたらかかとをお尻の方に寄せていきましょう。今つま先と指先は反対方向を向いてます。で、これでも OK です。余裕がある方は手のひらで足の甲を押しながら親指側にぐるーっと回転させるとつま先と指先が同じ方向を向きます。で、つま先を握ってかかとをお尻の方に寄せる。ももの前側を伸ばしてます。きつい方はここまで深くやらなくて大丈夫です。で、かかととお尻くっつくか
かかとがお尻のちょっと外側くらい。あんまり開くと膝痛めちゃうので開かないように。で、柔らかい方はかかとマットに多分落ちるんですけど、ここまでやるとちょっと負荷が強すぎるので、お尻のちょい外側目指すぐらいでいいと思います。手を離して一度元の位置に戻る。で、こうするともう左のももと右のももの違いがわかると思います。今度左手を体の前、右膝を曲げます。で、右手を後ろ。まずは指先、つま先が逆方向を向いた状態でいいと思います。で、ゆっくりとかかとお尻をくっつけてみる。腰が痛い方は体もうちょっと下げてくださいね。ここから余裕がある方だけ手のひらで足の甲、つま先を押したまま親指側に向かって書いて、つま先を握ったらもう一つつま先もこう折っていくような感じで、すね、足の甲を伸ばします。かかとお尻かお尻のちょっと外かで、ゆっくり呼吸。腰が詰まる感覚がある方はもう少し下の方でやります。胸をちゃんと開いていけるように。手を離して両手をマットでうつ伏せになりましょう。今度は手を重ねて、重ねた手の上におでこを乗せていきます。マカラーサナの軽減になります。そこから左の膝を曲げます。内ももがマットの方に向くようにして膝を曲げて、この内ももですね、内ももの伸びで、この膝の高さが変わると伸びる場所が変わるので、自分の心地いい場所にしてください。じゃあそこから今度は手でマットを押して顔を上げましょう。顔を上げたら右手を脇の下から刺します。刺して腕を遠くマットのセンターに自分の肩が来るまで。で、頭を床の方。で、体を左に開いちゃっていいです。で、この状態ね。右手は押して首伸ばしてから頭とく。で、左手を重ねましょう。重ねたところからゆっくり万歳。万歳から指先は床を触りながらゆっくりと開いていきます。スプタマッツェンドラーサナをうつ伏せの状態から入った形です。なので胸を開く方を意識してください。ツイストをする方じゃなくて胸が広がる。ツイスト頑張ると肩がどんどん上がっちゃうので、肩をなるべくマットに近づけて胸を開いて呼吸をします。自分の恥骨や尾骨をお腹側に入れないで、座骨を足の方に向かって伸ばしてみてください。じゃあ手は遠くを通りながら元の位置です。で、一つ息を吐きます。左手を顔の前、左足も伸ばして左手で床を押しながら右手を引き抜きます。で、マカラーサナ、一つ息を吐きます。反対行きましょう。まずは右の膝を曲げて内ももの伸びですね、股関節をリラックスさせていきます。今回背骨の調整、脊柱へのアプローチと股関節骨盤になります。なのでここで伸びている場所を意識してみてください。じゃあ手でマットを押してちょっと顔を上げます。そしたら左手が右の脇の下から差し込まれます。べちゃっと潰れるんじゃなくて、少し押して肩甲骨を開いてください。で、肩がマットの中心。体を少し右に向けて頭をリラックスして下ろします。そこから右手を左手の上に重ねましょう。で、右手を万歳するように頭の向こう側。そこからゆっくりと胸を開いていく。右の脇の下を締めて体を開くようにして、でスプタマッツェンドラーサナ。尾骨恥骨を中にしまわないで、座骨を後ろの足、今伸びている左足の方へと押し出します。なんとなく上の腰の方が縮まりやすいので、
左右の座骨を後ろの足に向けて伸ばしていけるといいですね。で、胸の広がりを感じてみてください。胸にも向かって呼吸を入れて、鎖骨の方まで呼吸で動くようなイメージ。で、ゆっくり右手、頭の向こう側からそーっと同じ道を通って帰っていきます。帰ってきたら右手を顔の前、手で床を押しながら右足を直して、ゆっくりと左腕を引き抜きます。で、うつ伏せ。マカラーサナ、軽減になります。一つ息を吐きましょう。で、胸の状態、股関節、骨盤周りの状態を感じたら、今度は仰向けになっていきます。そのまま寝返りを打つように、ゴロンと仰向けになりましょう。仰向けになったら、膝を立てた状態から両手を体側です。両手、首が痛い方は次のポーズはやめておきます。両手体側に持ってきたら、お尻をちょっと持ち上げて、手首をお尻の下に持ってきます。で、手を重ねないでください。手首と手首を寄せて、その手首の上にお尻を乗せます。で、イメージは、このみぞおちと恥骨が離れるっていうイメージをしてください。じゃあ、肘を背骨の方に寄せます。肩が開いた状態、鎖骨が横に開きます。肩甲骨を寄せているので鎖骨が開きます。では、お尻を浮かせないように肘で床を押して胸を上げていきます。お尻は浮かない。さっき言ったように恥骨からみぞおちが遠ざかる意識。そこから首を伸ばしながら頭のてっぺんを少し床にちょんと置きます。こう力を抜いちゃうと肩すくんで首詰まっていくので、肘でマットを押し続けながら頭のてっぺんを下ろせたら下ろす。で、足伸ばせそうだったら伸ばしましょう。足は股関節から遠くで、恥骨がこうスライドしていかないように、恥骨は床で、みぞおちが上がっていく意識です。目線は多分床の方を見たくなっちゃうので、鼻先を見るか軽く目を閉じてみてください。で、胸に呼吸を入れましょう。首が痛いなと思う方はすぐにポーズから出ていってください。3呼吸ぐらいしたら肘でマットを押して胸を上げます。顎を引いていくと頭が下ろせるので、ゆっくりと降りていきましょう。体の後ろ側が引き締まって前側が伸びたのを感じていきます。手を一度体の下から出して一つリラックスをしましょう。開いた胸に呼吸が入っていくのを感じて、ではそこから膝を立てて、でその膝を胸の方に寄せていきます。ももを胸の方までぐーっと寄せるとお尻が持ち上がっていって腰が伸びていきます。手で膝を寄せながらそれを何度か繰り返して体の後ろ側の伸びを感じます。そこから余裕がある方は首伸ばしながら頭持ち上げて、鼻先と膝を近づけてパバナムクターサナ。脇を締めて肩が上がらないように肘開いてください。ではそーっと体をマットに下ろして、お尻も床、手を楽な位置、足は閉じてても開いててもいいです。体を左右に揺らします。背骨の広がりを感じましょう。背骨の伸び、背骨の緩みで、背中の広がり、お尻の重さ、骨盤の重さを感じます。自分の体が広がったなと思ったら膝を立てて腕を解放しましょう。で、お尻を持ち上げてからストンと落としてみてください。で、それを覚えたら膝を伸ばします。腰が痛くなければ膝を伸ばす。で、腰が痛い人の場合は膝立てたまま膝をこう内側で合わせて、ここで休憩してください。大丈夫な方、足伸ばします。お尻を持ち上げてから下ろす。胸を持ち上げてから下ろす。
頭も持ち上げてから軽く下ろし直す。腕も下ろし直したり、足も下ろし直したり。で、そこから股関節、ももの骨を左右に揺らしてみましょう。で、骨盤を揺らしたり、頭を揺らしたり、グーパーしたり、自分の力が抜けるところを探していきます。で、力が抜けてきたら少しずつ動きを止めて、深く息を吐きましょう。で、シャバーサナ、5分から10分仰向けの状態で目を閉じていきます。いかがでしたでしょうか。今回はピークポーズがパリブリッタトリコナアーサナ、ひねった三角のポーズになります。で、すごくポジションが難しいアーサナになります。で、流派によってとか、あと意識したいポジションによって足のスタンスが変わったりとか、手の位置が変わります。で、今回は脊柱に対してアプローチをしっかりしたかったのと、股関節、骨盤を安定させたかったので、あのスタンスで手の下にブロックを置いて、手が床の方に下がれば下がるほど骨盤よりも体が多分下に落ちやすくなるので、手の位置をちょっと気にして練習してみてください。で、骨盤から骨盤ごとこう横を向いちゃうんじゃなくて、骨盤を安定させる。で、それが連れてかられないようにするにはお腹の力とか足の力が必要になります。で、そこから体幹の力を使ってひねっていくっていう動作で脊柱にアプローチをしています。なので少し難しいんですが、ちゃんと意識をして動いていけば少しずつ動いていく、脊柱が動いていくと思うので、いろんなところに意識を向けて丁寧に練習をしてみてください。それではまた一緒に練習しましょう。ありがとうございました。